結構あったんだと思うんですよ。生意気だなって思われることもきっとあったと思うんで、まあできるでしょみたいな。だってナンバーワンだから京子ちゃんは。いや私なんかよりも全然売り上げあるからみたいなことを席とかでも全然言うし、ナンバーワンとかになっちゃうとこうなっちゃうのかなとか。おはようございます。おはようございます。なんもないんですけど。ひろゆきさんの本読んでます。ちょっとはい座りながらはい話はい。カフェラテ飲んでくださいね。カフェラテ。スタバラテアイスで。これいただきます。はいどうぞ。これ一番でかいやつですよ。ね、私昼働いてた時とか5、6回行っててスタバに。6回？でこの大きさ5、6杯1日飲んでたんですよ。これを体に悪いでしょ。で今ちょっと控えてます。はい。下から取られたくないですよ。下からなんですか。で私右側の方がいいんですよ美女。え？右側の方が美女いいんですよね。右側右側にしてもらっていいですか。右側美女いいんで。ずっと気になってたんですけど、それ口隠してるけど奥はないからちょっとこっち側ガクガクずれちゃうんですよね。歪んでるって言われるじゃないですか。友達に言われました。なんか歯入れた方がいいよっていや行くけどそんないくらって言って 3、4ヶ月かかるじゃないですか。そっちなんだ。アヒル口を告白してたのかなと思って。アヒル口って言われたじゃないですか。口元に特徴があるって書いてる人もいますね。確かにちょっとなんていうんだろう、アヒル口みたいなのって若い女の子たち流行ってるからそんな感じかもね。なんか口アヒル口みたいなわざとこう作る子を増えませんでした一時。あれって別になんか誰か真似してとかじゃないし、小学生の頃からアヒル口だったんでどうすることもできないし平井さんにこれアヒル口って整形で直した方がいいですかって聞いたんですよ。いやいいよそのままでって言われたんですけど、作ってるとかじゃないしどうにもなんないんですけど、新井ママはなんか作ってるみたいな言って流行ってて、る時に京子ちゃんももしかするとその頃アヒル口をあれしたんじゃないのかな、取得したんじゃないのかな生まれつき？生まれつきです。顔ほとんどママにそっくりなんですよ私。ママって実の母親に似てるんで、お母さんもこんな口です。あ、じゃあお母さんもアヒル口。広口って言うんですかね。初めて言われたんですけど嫌がる初めて言われたんですけど。さっきちょっと一瞬話出ちゃいましたけど、はい。今ちょっとお店出てないんで朝ごはんとかはちゃんと食べようと思って。はい。その話は後で聞きますね。はい。今長期休暇中？そうですね。基本的にお客さんにもお断りしてる感じで、もう出たくないなと思っちゃって。お店に？お店に。なんで一応もう休んじゃってますっていうのは伝えてて、そうですね。しばらくちょっと休みます。何があった？何があった？なんだろう。何があった？ LINE ではね、もともとこのルームツアーだってはい。その先週やるはずだったじゃないですか。でもメンタル落ちちゃってって LINE では言ってましたけど、メンタル的になんか嫌だってなっちゃって、自己嫌悪とあと至らない点がもちろん自分にあって、で
お店ともコミュニケーションが取れなくて人間不信になっちゃって、お店出て席つかせてもらってて、でなんか急にそのお客さんが何か悪いとか係のお姉さんが悪かったわけじゃないし、いい方たちで席につかせてもらってたんですけど、なんか「ああ無理」ってなんか急になっちゃって「いらないじゃん私」みたいな「ここいらないじゃん」みたいな感じになっちゃって、涙が止まんなくなってきちゃって、で過呼吸になって、でもうこのまま化粧も崩れちゃってるし、だってお客さんがいる席ですよね。お手洗いっていう手で一度立って、で席戻れなくなっちゃったし、もうこのまま返してほしいってお願いして。何なんですか、その自分がいらないじゃんっていうの。別にその席がとかじゃなくて、なんかもうずっと1月体調崩しちゃってあんまもう出てなくて、でもう1月は1位取りませんって平出さんに言ってて、担当なんで2月に入って1日かな、平出さんに2月の1日から今月またナンバーワン取ります頑張らせてくださいって感じで話はしてて、で1週間ぐらいお店いて頑張って結構自分でもなんだろうなんだろうな、なんか頑張る機会、ここのお店に今私の居場所っていうか頑張る機会とかはないのかなとかって思っちゃって。でもだってナンバーワンじゃないですか、お店の売り上げはお店は欲しいだろうけどですよね。人間として必要とされてないなっていうか、前のお店から引っ張ってきたお客さんの売り上げだけ作ってくれればいいみたいな感覚にお店側がなってるんじゃないみたいな風に思っちゃって。それは例えばどういうこと？例えば付け回しとかリクエストかからないとか、お客様と名刺交換させてもらってっていう機会が多分今私にはあまりチャンスがないんだろうなとか思ったり、 YouTube に出たこともあってつかせてもらった席で生意気な子でしょって言われたりとかすることもあるじゃないですか。ネタにしちゃってるんで全然 YouTube のこととか言われるのは全然平気なんですけど、でも YouTube ネタにしてるんだ。ネタにしてますネタにしてます。チェイサー作んない子抜いちゃうからねとかって女の子とかに言ってネタにしてますでもそれはいいんじゃないですか、逆手に取ってるというかね。そうなんです。全然 YouTube のこととかは大丈夫なんですけど、ただお店側が使いづらいだろうなとか。やっぱナンバーワンですから、ちょっとこう下手に扱っちゃいけないというか。最初の頃にそれでお店平出さんにもなんかそういう気の使い方いらないし、組数が多いわけじゃないから普通のみんなと変わらないヘルプっていう扱いでいいですよって言ってたんですけど、とはいえやっぱり女の子とかとの距離とかも縮まんないし。感じます。それは上のお姉さんっていうかママとかがとのコミュニケーションがなかなかうまく取れなくて。もうすぐ4ヶ月なんで、だいたいどの店行っても最初の3ヶ月は緊張したりとか、あの人怖いなとか思うこととかあっても3ヶ月ぐらいいればだいたい慣れてくるし、コミュニケーションもうまく取れるようになるし、この人にじゃあついてこうみたいなママとかできると思うんですけど、至らない点が今まで結構あったんだと思うんですよ。生意気だなって思われることもきっとあったと思うんで、別に容姿がすごく綺麗とかじゃないしすっごく面白いわけでもないからそれはわかるんですけど、ちょっ
と多分初日で結構ガーンって頑張っちゃったんで、なんか引いちゃったっていうか、まあできるでしょみたいな。だってナンバーワンだから京子ちゃんは、いや私なんかよりも全然売り上げあるからみたいなことを席とかでも全然言うし、なんで同伴とかに他店のママ呼んで行って一緒に行ってもらったりとかする感じになっちゃってて、ナンバーワンとかになっちゃうとこうなっちゃうのかなとか、ちょっともう厳しいな。ちょっともう無理かなちょっともう無理かなと思ってやめようかなみたいな見ちゃってね。That's what I do for fun. I know that you want some, so stop playing games and go run it.